さあ、ハローワールド漫画先輩、いやー、来たよ。今週も来たよ。しかしね、今週はですね、さっきまでブルーピリオドとか読んでたんだよね。今週はですね、漫画先輩はどうやって漫画家になったんだいみたいなメイク漫画家を思い出してたら、少しセンチメンタルなセンチメンタルハートだ今。よしかしそんなこと言ってらんないね。せっかくクエスチョンをねいただいたから、僕はそれにしっかり答えていこうと思ってるよ。心を鼓舞してね。さあじゃあね、オーストラリアのねカイさんから漫画先輩は何者なんだと、どうやって漫画家になったんだとね言われたんで、ちょっとその辛い過去を思い出して、いや楽しい過去を思い出してそれを語ろうと思う。今日は珍しい回だ。みんな用意はいいか、ついてこれるか僕はですね、漫画家のなり方としては、ウェイとしてはですね、だいぶトラディショナルなね、オールドスタイルでのラストセンチュリー、ラストジェネレーションだと思っていてですね、つまり今だったら Now ワールドはいろんなメイキング漫画家ストーリーあると思うんですけど、ウェイメニーウェイだと思うんですけど、オールドタイムは割と編集部エディターとセットでマガジンに載っけるみたいなのがまあ主流で、もうそれしかみんなに漫画を読んでもらうことはノーリーディングだったんですね。だからそれで割と僕はもうしっかりエディターと組んでやってきた方だと思ってる。まずは僕はアートスクールではあったんですよ。美術系の大学、ジャパニーズは関東にはですね、ファイブアートスクールが有名で、そこに行ったものの2年で辞めた2イヤーでリタイアですね。リタイアっていう言い方はおかしい。逆だ。卒業した。いや、卒業はしてない。ステップアップね、したわけですよ。で、だからこの漫画家になるのに美術系の学校に行った方がいいんじゃないかってもしかしたら思っちゃうかもしれないけど、全然そんなことなくて、僕はこの美術系の大学の中で絵を描いたことはほとんど一度もないぐらいだデザイン系だったからっていうのもあるね。だからそこは大丈夫で、その後にじゃあもうみんな卒業するぐらいになってるから、もう僕どうしようかなと思った時に、もう漫画家だと、脳就職ですよね。漫画ならね、ペンとインクがあればやっていけるんじゃないかと思って、そこで1年ぐらい準備したんじゃないかなと思って、そこで書き始めてる。だから22イヤーオールドですよ。だから結構遅くて、そこで一生懸命書いて1年ぐらいやって、でサンデー編集部っていうのがあるんですね。ジャパンに小学館持ち込みに行ったっていうのが一番最初の始まりです。ジャパニーズ漫画家のウェイは2つあって、持ち込みは投稿、これは賞トロフィーゲットトロフィーのものがもう編集部エディタールームに持って行って直接ヒアリングするのがまああって、で僕はもう持ち込みで行った感じです。これみんな結構ジャパニーズ漫画家悩む、どっちにしようみたいな。これ結構ね、どっちにもメリットはある。これ直接いろんなことを聞けるが、これは割と楽。これは何かっていうと、もうその時に持ち込みプルルつってテルしてコール編集部して、撮った人がそのまま見る人なんですね。だからもうそこで決まるんですよ。楽。もうそこで書けるしかない。そこで相性合うか合わないかが決定するというですね、ただの運ですよ。恐ろしい。だから運悪く全然相性悪い人もいれば、シンクロする、ね、人もいるっていう感じ。投稿の場合はいろいろ原稿を送る。もうそれでそのいろんな編集エディターいろいろ見る。だから気に入った人が担当になってくれるっていうフェイバリット担当になる可能性があるとされているが、またこれ難しいのが、これで受賞をねゲットトロフィーするにはですね、正直この持ち込みの段階で担当ついてて、これって多分あんまり本当は編集部の人言っちゃいけないんだろうな。でももうまあ周知の事実だから言うけど、もうこの持ち込みで仮担当みたいなのがいて、でこの人を通してこの賞に出しといた方が押してくれるから、やっぱり取りやすいんだよね。ゲットトロフィーしやすくて、だから賞をね取るためにもこっちから入るっていうのはやっぱりあるよと。だから持ち込みに行く利点の一つではある。であとはね、まずジャパニーズカルチャーとしてこの担当になってもらうっていうのがゲット担当 is ステータス1一歩目のステップっていうのはあると思う。だから割と名刺もらう、ネームカードもゲットするとなんかジャパニーズ漫画家嬉しい。エディターのね、そうことってあるよねみたいな。でも私はゴトールはこの持ち込みから担当についてもらって、でひたすらこのトロフィーゲットのために毎週ウィークリーライティングネームですよね。そしてファックスで送りみたいな、ファックス
ますですよ。知ってます。昔の文明の利器を使ってですね、毎週送ったと。で、ボツですよね。ネームもボツになるんですよ。ジャパニーズ漫画家が最もアフェア、アフレイト、全ボツとかもあるんですよ。さらに上級の。全ボツ is very hard damage。もう全く全てゼロからリテイク。多分、ジャパニーズヒロシ、僕は、全没スペシャリスト。僕は、多分、下積み時代だから漫画家になるのに、7 years ぐらいかかってるはずなんですね。その間に通ったのって、2本、14日です。しかし、打ち合わせ自体はめちゃやってて、ほんと毎週1本ぐらいネーム書いてた。ウィークリー、ワンネーム。100ページぐらい月書くのを、12ヶ月かける9、9000枚。いや、ほんとね、これ、週刊5等ができるなと思って。ウィークリーマガジン5等できるぞと思って全部のネームを見るとね。っていうことから、ね、その間にノウハウいっぱい得て、Now、今あるよ、みたいなことになっていると。いやー、懐かしいよね。編集部がまだ強い時代だったんですね。10 year before ですよ。ネームの話するといろいろ思いますよね。深夜2時ぐらいに電話がかかってくると、すっごい怒鳴られる。なんで怒鳴られるのかだからもうノー編集ルームですよね。存分怒鳴れるわけですよね。だからもうこの時間かかってくると 100% これ怒鳴られる時はこの話漫画先輩する話じゃねえなとかね、もうあったりとかしたりね。そういう時代を経てですよね。まあでも本当に良かったのは、ガチでエディターとやり取りして何がいけないのだと、どうしたらって言わせられる、通るのかっていうのをひたすら僕は試すことができた。メニサウザンドトライですよ。最終的に連載になったから良かったな。ちょうどだからそう境目のところでウェブインターネット漫画の幕開けがあったので、そこにうまく乗ることができて、最初は僕ウェブからだったんですね。ウェブからやって、でおかげさまでちょっと人気をもらってポピュラーでマガジンに移動したみたいな、そんな感じだ。今だとねそんなこと全然ないんだけど、10年前はマガジンの方がすごいいいよみたいな感じだったんだよね。島流しってわかるかな。ウェブ流しとか言われてたんだけど、続きはウェブでみたいな感じで終わるみたいな。今全然もうなくなったよね。ウェブで読むっていうのも全然普通のメジャースタイルになっていい時代になったなみたいな感じ。つまりそうやってトラディショナルなねやり方で学んできたスタディ漫画家なんで、そこら辺のことも聞いてくれたらいくらでも答えられるよっていうのが言いたいこと。でも今は本当多様なメニーウェイがあるので、もうぜひみんなそのチャンスを生かして漫画家になってほしいなって思っている。7年頑張って最終的に漫画家になったぞ。意外とね、いける。ほんとね、続けてたらね、なんとかなりますよ。継続は力なり。これはね、ジャパニーズではよく言うやつだ。石の上にもストーン3 years。これを胸に刻んでくれ。じゃあ、そんな感じで、またね。さあ、チャンネル登録、Please Push いいねボタン。あとは、スマホの場合は、下にレッドボタン Please Push。あとは、ファンボックスもあるので、Please ファンボックス。じゃあまたね。はぁ